空が青いな。はい、おはようございます。今日はね、10月18日土曜日でございます。はい、今日はね、久々にですね、お休みをいただきまして今日ね、東京からちょっと友達が来るんですよ。はい、ですので、午前中ちょっと、お昼ぐらいに来るんですけど、午前中ちょっと、フットラボの方のね、草刈りと、あとこのね、この前入ってきたガラクタ、こちらをね、きれいに整理して、そして掃除して、はい、そして、リサイクルショップの方にね持っていけるように準備ちょっとしたいと思います。ということで、今日はフットラボからお届けいたします。よろしくお願いします。朝7時過ぎでございます。はい、まず草刈りからねとっととやっちゃいたいと思います。人月はい、ということでね、久々にフットラボの方の草刈り、やっておりますが、このぐらいのね、草丈、長さだとですね、このぐらいの面積あってもですね、小1時間で終わっちゃいます。はい、これがね本来のね草刈りかなと、思うんですが、草丈がね、1メーターもしくは、私の身長をね超えるような草刈りというのはもう草刈りの範囲をねちょっと超えてるような感じがいたしますけれども、ここ連日ね、草刈りの仕事は、入っておりまして、どれもですね結構ハードな草刈りでございました。はい、ということでね、人の草刈り、やってるとですね、うちの、庭も草ぼうぼうになってしまいますんでね。はい、今日はね、休みをいただきまして、やっとフットラボの方の草刈りを、やり始めました。はい、ということでね、久々でございますが、グリーンワークスのねこの芝刈り機ね、結構あっという間に1時間もかからずに終わってしまいます。はい、ということでね、綺麗にね芝も刈れますし、バッテリーもね、1回も充電せずに、いけますんでね。はい、ということで草刈り終わりましたんで、刈った草をねこちら堆肥ボックスに入れたいと思います。よいしょ。よいしょ。これがね土に帰りますけどね。はい、そしたらね今度ねこの縁はですねどうしても芝刈り機入らないので、このナイロンバンドで切ってきます。はい、ということでね、こちらねなんでね草刈り機が入れないかと言いますとですね、ここの擁壁の上にですね、鉄筋が、出てまして、そうですね5センチぐらい、頭を出して鉄筋が、50センチ間隔ぐらいでね、出ております。はい、ですのでね、普通の草刈り機でやると、削ってしまって刃がすぐ悪くなってしまいますんでね。はい、それとこれがね、側溝のところ、なんですが、やはりですね去年もやりましたけど、土砂が、
うちの敷地から、道路歩道の方にね流れてきて、そこにですね芝が生えてきてしまうと、草が生えてきてしまうということでね、年に一度はねここのところを、きれいに削ってですね、そして、管理していかないとどんどんね歩道の方に草が進出してしまいますんでね、そして、この縁もね、きれいにやっていっております。あいちゃん、そこで隠れてんの？隠れてんの？はい、ということでね、久々に花ちゃん登場ということで、だいぶね花ちゃんも慣れてきまして、お外に出れるようになりました。ただねビビリなのでこの道路までは出てこれません。ですのでね、安心なんですけれども、道路に出るとね車にひかれそうになるんで、怖いんですが、道路まで出ないので安心でございます。ということでね、歩道側ね、草刈りしたやつをですね、ブルーシートに乗せまして、そしてまた堆肥ボックスの方に、運びました。そしてこちらがね、前回、引き取ってきたこれがね、エンジン式の発電機ですね。この赤いのが、生とか忘れましたが大きいやつ、そして隣の黄色いやつが小さい発電機、これもね発電機でございます。両方ともねエンジンかかるようにいたしました。そしてね、左側がチェーンソー、そして右側真ん中がですね、コンクリートカッター、で今やってるのがですね、もうナイロンバンドを、短くなってしまったんで、ナイロンバンドを交換しております。ということで、これポリ缶ですね、蛍光管を、これも仕入れてきたやつなんですが、きれいに拭いてですね、これがコンクリートカッターですね。これなんとかしてね動かしたいんですけど、とにかく、汚いので全部拭いてですね洗いましたら、なんとなくここがオイル入れて、ここが、ガソリン入れて、ここがチョークでということがね分かるようになりましたんで、おっとバイカーが入ってきましたね。誰でしょう？誰わかんない。怪しい人。多分卒業以来。お久しぶりです。誰？人間です。人かです。人かか。じゃあゴリラじゃないんだな。なり損ねた。暑いでしょ。寒いと思ったら暑かった。トンネルの中激アツだ。混んでた？空いてた？ちょっと混んでた。財務局長の石井です。誰？太ったから忘れちゃったよもう。ちょっと。キュウちゃん変わんないね。変わんない？いくつになったの？25。ということでね、久々の、再会でございますよ。30年ぶり
ですかね、大学卒業して、それ以来会ってなかったんでねいやーおっさんになりましたよね、ほんとね。もうね、一応年に1回ね、大学の、スキー部の同窓会というのがね、同窓会というか忘年会というかねがあるんですけども、石井ちゃんは来てなかったんでね、30年ぶりでございます。はい。だんだんね、忘年会出てもですね、誰が誰だか分かんなくなってきてですね、はい、話すと、あー、お前かみたいな感じでねなってくんですが、いやー、顔も分からないし頭もハゲたきしみたいな感じでね。はい、ということでバイクでね、来ましたけど、100万で安いね。まだバイク乗ってんのかよみたいな感じでね、話してますけども、30年ぶりですか、石井さん。おじさんまだ現役でバイク乗っておるようでございますね。はい、久々ですね。久々にね楽しい思いをさせていただきましてありがとうね、2人ともね。はい、ぜひまた遊びに来てくださいということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい。じゃあね。はい、ということでね、今日は久々に、お休みいただきまして、草刈り、朝からね、草刈りと、はい、あと、この前ね、買い取ってきました工具類のね、整備をいたしました。で、お昼からね、まあ、僕の友達、トールと石井ちゃんが、石井ちゃんです。石井ちゃんはね、もう30年ぶりですね、会いましたけども、はい、いや、変わってないようで、太ってましたけどね、はい、久々に会いました。はい、ということで、久々にね、楽しい思いをさせていただきました。まあね、会って話すと、もう30年前の、話題になるということで、非常にありがとうございました。楽しかったのでございます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月